皆さん、こんにちは。今回は、板をつなぎ合わせるときに便利な、ラボ穴ジグを作っていきたいと思います。狭い板の真ん中に、綺麗に穴を開けることができるアイテムです。フリーハンドで穴を開けようとすると、斜めになったり、位置がずれたりするもんなんだけど、これを使うとずれずに板を組み立てることができちゃいます。材料は杉です。杉は柔らかく、加工しやすいんだけど、傷つきやすく摩耗しやすいので本来、ジグの材料には適していません。ですが、表面処理を行うことで耐久性が飛躍的に上がります。この塗装は二液タイプのウレタン塗料を使います。車の塗装に使われる製品ですが木材にも使えます。シンナーを使うので換気と防毒マスクの装着は必須です。まずは材料に線を描いていきます。なんかずれそうな予感がしたけど。ちゃんと中心です。少し迷ってます。4分後、ようやく線を引き始めました。この円の場所にはベアリングを入れます。ステンレスのパイプを入れる方法もあるけど、ステンレスは綺麗に切るのが難しいのでやめておきます。ここには直径10ミリの穴を開けます。このぐらいの大きな穴開けは気持ちよいです。ダッシュ。むむむ。お次はベアリングのところの穴開けでやんす。材料に乏しい我が工房、穴開けの失敗は許されません。慎重に深さを調整します。できました。あ、いきなり失敗です。表と裏にベアリングを入れるつもりだったんだけど、真ん中の穴が引くようなことに気づいていませんでした。後から穴を開けてもいけるんでしょうか。印も何もつけていないので裏側は適当に開けます。これ、大丈夫なんでしょうか。よくわかりません。持ち手の部分のカットを行います。30ミリのホールソーを使っています。Amazon で16個セット、3500円ぐらいで買ったやつなんだけど、すごく切れ味が良く、おすすめです。ボルトを通す穴を開けていきます。ボルトをスライドさせるので、直線上に穴開けをします。しっかりと材料を固定すれば、角の2番的な使い方が、できるんじゃねと思いながらやってます。手で押さえてるので微妙にずれてるのは秘密ですよ。この辺にも同様に穴開けを実施します。はい、できました。余分なところをカットしていきます。煙っぽいやつが出ています。刃の切れ味が悪いのか、材料が熱いからなのか、なんなんでしょうかね。ブレードを中に入れて切っていきます。このジグソーテーブルも7年選手ぐらいでしょうか。トリマーテーブル兼、テーブル装填なので、多様性はよくありません。そろそろ作り替えの時期が近づいている予感がします。なんとなくまっすぐになるようにカットしていきます。はい、できました。結構ガタガタだけど、ここは精度にはあまり影響がないはずなので OK。気休めにヤスリがけしておきます。アルミの丸棒を切っていきます。直径は1センチ。長さは埋め込み分が2センチ。外に出てる分が2.3センチで、4.3センチの長さにカットします。回転させながら切るとめっちゃ綺麗に切れることに気づきました。なんということでしょう。驚きの技術の発見です。
ルミ棒をドリルチャックに装着します。こんな感じで形を整えていきます。アルミだからでしょうか。あまり摩擦熱がなくてが熱くなってません。おお、美しい。なかなかイケてる出来です。もっと綺麗になるか金属磨きを使ってみます。さて、どうでしょう。こんなん出ました。少し光沢が出ました。さすがピカールです。次は下側で位置を決めるための部品を作っていきます。厚さは 13mm。カットする前にノギスで測ります。材料のキックバックを防ぐために奥側が狭くならないように調整します。よし、やるぞ。材料を逆さにしてカット。できました。縁が邪魔なんで本体と似たような形に切ります。穴開けたり、もう一回切ったり。本体と同じ流れで作業していきます。カットが終わりました。サイズも良い感じです。右下の小さなパーツはストッパーです。これを今作った板に貼り付けます。鉛筆で貼る位置を書きます。固定のボルトを通す穴を開けます。6mm の穴です。ボルトを通して固定します。ストッパーのパーツに接着剤をつけボルトの横の隙間に差し込んで接着します。小さい木片を入れて押さえれるようにします。つくまで放置です。私は接着剤イコール、その日の作業終了です。ボルトの頭を埋め込む穴を開けます。なんとなく書き写します。10mm のビットで、6mm の深さで穴開けします。はい、OK。ここ、強度的に不安になったので強化します。穴を開けて竹串をぶっ刺しますぞ。ボンドって便利ですよね。昔は漆に木くず混ぜて接着してたのを思い出します。タコメガネとか。また一晩乾かします。切って。研磨しますぞ。ダイソーで買ったハンマーで叩き込みます。叩いてるとゴムの部分が外れてくるって野郎ですぞ。さあ、お待ちかね。ベアリングちゃんのご登場ですたい。こいつを叩き込んでいきます。なかなか入らねえっす。叩きすぎるとベアリングがぶっ壊れるんで注意ですよ。1個2万円のベアリングぶっ壊したことを思い出しながら作業します。はい、OK。美しい棒を刺していきます。ちょっと小さめのノブを作っていきます。
全部のパーツが揃ったので組み立てていきます。これで完成なんだけど、ここから塗装をしていきます。二液性のウレタンクリアになります。吊るしました。それでは吹き付けていきます。口径の小さなエアブラシの場合、シンナーの割合を増やさないと塗料が吹き出しません。気温が高いとなおさら出なくなります。吹き付け、乾燥を何十回も繰り返します。20回ぐらい繰り返しました。光沢が出ています。マスキングを外して組み立てます。これで全ての作業が終わりました。この塗装は完全に硬化するまで数日かかります。その分、3H 以上の高度を誇ります。いよいよ使っていたおダボでつなげていきます。綺麗に真ん中に開きました。材料が動きますね。木工バイスが欲しいところです。これ、いいですね。ずれまくるんで今までダボ継ぎはほとんどしなかったんです。おお、素晴らしい出来栄えです。これからダボ継ぎをする機会がめっちゃ増えそうです。今回は以上となります。少しでも面白いと思ったら、チャンネル登録やいいねをお願いします。それでは次回もお会いしましょう。